全ゼロ基礎知識、早めに進めたい部分編。こんにちは、コバトーンです。前列ゾーン0がリリースされて早速プレイしている方も多いんじゃないでしょうか。また、これからプレイしてみようと思っている人もたくさんいるんじゃないかなと思います。そこで今回は気になる部分である早いとこ進めた方がいいポイントについて紹介します。主なポイントは3つ。デイリー開放、ガチャ開放、週ミッションです。それぞれタイミングが違うので注意しましょう。特に週ミッションの05フォローというイベントが月曜リセットのため、報酬を取り逃したくない人は月曜早朝の5時までに達成しておくといいかと思います。極力ネタバレを抑えつつ、だいたいこんな流れだよってとこだけ紹介しようと思うので、それでも大丈夫な方だけお進みください。では早速解説していきますね。ざっくりした前ゼロ序盤の時系列。前列ゾーン0序盤の物語時系列を紹介すると次のようになります。ジャトヤのドタバタとチュートリアル。ショップの紹介とガチャの開放。ジャトヤのミッション続き。ビデオ屋経営、ミニゲーム。ストーリーチャプター1突入。一時中断、コーヒー屋の手伝い。自宅へ戻るとデイリー開放。チャプター1後半。自由探索、インターノットレベル20達成で05フォローを開放。ここまでがひとまずサクッと開放しておきたい内容になります。次はもう少し詳しく見ていきましょう。ガチャ開放までとストーリースキップについて。全ゼロを起動するとまず、ジャトヤと呼ばれるチームが活躍するお話が始まります。これが世界観の紹介とチュートリアルを行うパートになっていて、基本的な操作を覚えつつ、世界観が徐々に分かるような仕様になっています。この件が一旦落ち着くと、ちょっとしたお使いミッションが発生。そこで主人公が住んでいる街やアイテムが売られているショップについて知れるようになっているわけですね。まあ、ある意味ここまでがチュートリアルと言えるでしょう。その過程でガチャが開放されます。前列ゾーン0はストーリーをスキップすることができ、なおかつ後から見直すことができます。そのため、急いでいる場合はストーリーをスキップして後からチェックするスタイルでもいいでしょう。スキップのやり方は、ストーリー会話が流れている時に、この表示からスキップを選びます。すると、長い会話部分は飛ばすことができるので、かなり短時間で目的のポイントまで行けるはず。飛ばした会話は主人公が経営するビデオ屋の建物内にある映像アーカイブというコーナーから見ることができます。注意点としては、スキップ表示が出るような重要会話はアーカイブで視聴することができますが、街中でのテキスト会話などは見返すことができません。なので、スキップでバンバン飛ばす際は注意しておきましょう。個人的にはストーリーの順番をしっかり堪能しながら進めた方が楽しめるとは思うので、よほど強い希望がない限りはちゃんとストーリーを進めるスタイルがおすすめです。仮にスキップで飛ばした際もガチャの開放は非常にわかりやすくなっています。会話の中で必ず触れられるようになっているので見逃すことはないでしょう。目印は画面上のテレビマークがオンになるところ。本動画で紹介している大まかな流れを押さえた上でこの紹介に気をつけていれば見逃すことはないはずです。スキップで飛ばす際は参考にしてみてください。スタミナ消費ミッションまで。前列ゾーン0にもスタミナが存在します。そのため、無駄なくスタミナを消費していきたいスタイルの人は、早めにそこにたどり着いておきたいですよね。次はそこまでの流れを紹介します。ガチャの開放が終わると、ジャトヤの任務の続きが始まります。結構いろんなドタバタがあるのですが、これが一段落すると、ほんの少しお使いミッションが発生します。一つはビデオ屋さんの経営。主人公が経営しているビデオショップでレンタル作品のセレクトを行う話です。こちらは原神でいうところの派遣みたいなもので、ニーズに合った作品を設置しておくことで、時間経過とともに収益が発生する仕組みとなっています。置いておくだけで得なので、ぜひ設置しておきましょう。さらにゲームセンター関連の小話が挟まります。ストーリー上はそれほど重要ではありませんが、結構プレイは面白いですし、やらないと話が進みませんので、プレイしておいてください。それが終わると、いよいよストーリー本編が開始です。チャプター1と画面に出るので分かりやすいはず。それなりに長いミッションとなっていて、話の途中で一旦店に戻り、お使い任務をするターンがあります。そこでコーヒー屋の手伝いに行く話があるのですが、その流れでスタミナ消費ミッションが開放されます。VR 訓練で仮想の敵と戦うモードが来たらそれです。一旦ストーリーでクリアしておけば、そのまま立て続けにスタミナ消費のために繰り返しプレイすることができるので、早速消費しておくことをお勧めします。そしてそこから自宅へ戻るとデイリーが開放されます。前列ゾーン0のデイリーはかなり内容が優しいです。ストーリーをストレートにプレイしてここまでたどり着いていれば、おそらく開放された時点でその日の分のデイリーミッションは完遂している可能性が高いでしょう。なので報酬だけ受け取って翌日からしっかり回すようにしていくことになるはず。チャプター1後半から05フォロー開放まで。デイリー開放から話を進めると、先ほど中断していたチャプター1の続きをプレイすることになります。
すると、きちんと話が終わるところまで進みますが、引き続き次にプレイするべき内容が画面左に案内されます。ひとまずその通りに進みましょう。この辺からいわゆる自由探索がスタートしているのですが、一応おすすめのコンテンツを紹介してくれている状態です。結構手軽にサクサク進める内容ですし、移動量も多くないので、ここはさっさと回してしまうといいかと思います。おすすめされた自由探索のコンテンツを2、3個クリアすると、インターノットレベルが20に達成します。すると、レベル達成をトリガーに次のイベントが発生。それが05フォローです。情報屋みたいな男である羊飼いから仕事を紹介される任務が発生したら、それが目印。そのまま話を続けてください。すると、スコット全焼基地という場所で05フォローの探索が始まります。このコンテンツは崩壊スターレールでいうところの模擬宇宙に該当します。ステージを進めながら該当するバフをどんどん獲得していき、強化された攻撃でステージをさらにクリアしていく。崩壊スターレールをやったことがある人ならすんなり理解できるシステムなので、開拓者の人は安心してください。なお、崩壊スターレールをプレイしたことがなくても、最初はそれほど難しいコンテンツではないので、良さげなものを選びながらどんどん進んでいけば大丈夫。繰り返しやっていくうちに覚えられる内容となっています。初回はかなり優しく設定されているので、そこまで手こずることはないでしょう。こちらもストーリーモードで一度クリアしておけば何度も繰り返しプレイ可能です。この05フォローが週ミッションとなっており、毎週月曜の朝にリセットされてしまうので、今からだとさほど時間がありません。ここまで到達していない人は到達できるように計画を立ててみてもいいでしょう。かかる時間について。目安として僕がライブ配信でかかった時間についても最後紹介しておこうと思います。ライブ配信では基本的にストーリーは飛ばしません。さらに読めるコンテンツは全部表示しています。なお、会話は自動再生です。その状態でプレイして、だいたいガチャ開放までで1時間半、デイリーミッション開放までで6時間、05フォロー開放までで8時間半程度かかっています。かなり物語がしっかりとある分、スキップなしでプレイすると時間がかかります。なので、自分の持ち時間やプレイスタイルと相談して、月曜までに回しきるかを決める参考にしてみてください。まとめ。いかがだったでしょうか。ざっくりとした初動の計画の参考になれば幸いです。前列ゾーン0はプレイがめちゃくちゃ楽しいゲームなので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。ストーリーもキャラクターたちが非常に魅力的な立ち回りをするので、時間が許すならスキップせずにストレートにプレイすることを推奨したいところです。とはいえ、報酬を取り逃すのも嫌だという人もいると思いますので、今回の情報はそういった場合の判断材料にしていただけると良いかと思います。僕もまだ最新コンテンツまで追いついていないので、これからガンガンプレイしていくところです。また新しい情報が分かったらシェアしていこうと思うので、引き続き一緒に楽しんでいきましょう。それでは今回の情報もあなたが前列ゾーン0を楽しむための一助として参考まで。When I try, I'm second to none. You will get to say hello to my jaws. This just got a bite, don't you know?